シェナということで、二人パパのみっつんと、ゆかです。今日のテーマはですね、僕らの育児家事分担についてお話ししていきたいと思います。男同士での家事、家庭生活だったりとか育児だったりするので、ちょっとどんな風かなと思って、いろいろ質問を受けてたので、こんな話をしてみようと思います。そうですね。よくある質問。そうだね。二人パパ。さあ、ということで、なぜか今日はこのエプロンを二人でお揃いの着てるんですけど、お揃いといってもちょっとパターンが違うんだけど、これ、リカのお母さんが数年前に作ってくれたんだよね。そうね。クリスマスギフトでもらったんじゃない？そう。家族全員分作ってくれたんだよね。手縫いというかミシンで、縫ってくれて。二人ともこうエプロンをしてるんですけど、本当に僕らいろいろ取材を受けたりとか、いろいろするんですけど、あとこういう YouTube とかでコメントも受けるんだけど、家事とか育児どうやって分担してるのみたいな。そうですね。聞かれるのね。で、やっぱり日本だと、日本ももちろんどんどん変わってきてはいるんだけど、やっぱりこう、男性が外でバリバリ働いて、女性は、パートぐらいは行くけど、ほとんど家の家事は女性がやりますみたいな、話も聞いたりするので、全てではないとは思うんですけど、男同士だったら、どういう家事分担になるのみたいなことはよく聞かれるんですね。で、その最たるものが、ちょっと今日は紹介したい本があるんですけど、この、疲れない家族、欲しいのは疲れない家族というタイトルで、講談社さんから原幸さんがこう書いた本なんですけど、実はこれ東洋経済オンラインというウェブサイトの連載が書籍化されたもので、僕らが実はこの書籍の中に収録されてるんですね。見えるかな？そう。で、この原幸さんが、ご自身の経験をもとに、いかにしたらこう、疲れない家族になれるかみたいなことを考えて、いろんな、家族を取材した、本なんですね。で、その、東洋経済オンラインさんの連載では本当にたくさんの、家族を取材されてる中で、その中でも、本当にこう、面白いというか、興味深い家族というのを、ご家族、5組というのかな選んで、収録していただいて、で、僕らも本当に光栄なことにこの中に入れていただいたので、僕らのエピソードなんかが、本当に原幸さんが実際に、ルレオまで来て、取材をしていただいて、一緒にサウナなんかも入ったりなんかして、本当楽しく、取材というよりも本当に、こう、新しくお友達ができたみたいな感じなんですけど、もう本当にこう、僕らも二人だとなかなか話さないことも、こうぐいぐいこう取材をしていただいて、こんなこと理科が思ってるんだとか、僕も自分自身でこういうこと思ってたんだみたいなことも、こう掘り出していただいたような、とても面白いエピソードになってます。ぜひ皆さんね、読んでいただきたいと思うんですけど、ちなみにこれね、スペインに今住んでる、リアリコチャンネルっていう YouTube のすごい、YouTuber 家族なんだけど、みんな YouTube チャンネル持ってる。のリアリコチャンネルのエピソードもすごい載っていて、原幸さんに紹介していただいたので、またそのうちコラボとかさせていただくと思うんですけど、本当にゆきちゃんの原幸さんでエッセイに出たイギリス人ダディと日本人ママ。ゆきちゃんの原幸さんでエッセイに出たイギリス人ダディと日本人ママで YouTube をやっていて、リアリコチャンネル。ダディとママです。でチャンネルはリアリコチャンネル。なんてお呼びすればいいんですか？私は美穂さんでいいですよ。であとダディさんでいいんじゃないかな。 It's my name. I used to have a real name. I can't remember what it is though. Yeah. I just call you Mummy now. She shouts across the house, Daddy! And I shout back, Yes, Mummy. What do you want? ということで、この本の著者原幸さんからスペイン在住リアリコチャンネルのダディとミホさんを紹介していただきました。今後いろいろコラボしたいねと盛り上がりましたので、ぜひお楽しみに。リアリコチャンネルのリンクは概要欄に貼っておきます。ぜひバルセロナの様子見に行ってみてくださいね。本当にこう見どころがたくさんある本になってます。で、これのテーマがやっぱりどうやったら疲れない
家族になるかっていうことがテーマで、特に原之さんもやっぱその僕ら同性の場合にどうやってその育児分担をしているかっていうことが疑問に思って僕らを見つけて取材に来ていただいたっていう感じなんですね。詳しくはこれを買うなり借りるなり読んでいただくと面白いと思うんですけど、僕ら以外にもたくさん面白い家族が出てくるので、ぜひおすすめしたい本です。で、本題なんですけど、僕らどうやって家事分担してますか？まあでも、平等のスウェーデンに住んでます。でしょ？そうだね。男女の平等がね。うちら男同士だしね。男同士だけど。なんか、でもその、スウェーデンの平等っていう、よく聞く話だけど、でも結構平等だと思います。そうだね。多分、これ僕のお母さんにもらったでしょ。これはクリスマスギフトで、妹夫婦ももらったし、みんな全員もらった。あ、そうだね。孫まで、子供たちまで。そうだね。みんなもらった。あの時はまだ息子くん生まれてなかった。多分2015年とかだと思う。息子くんが生まれる前にもらってる。そうですか。だから、息子が生まれてからは、新しく作ってくれたのよ。赤いエプロンで、このパターン、同じ柄だけど、色違いのもので、だから多分、チョコチップの動画とかはあれつけてると思う。でも、多分、全員にあげた、全員がもらったから、多分それもシンボル、メッセージがあった。そうだ。お母さんからの。そう。みんなちゃんと料理してくださいねっていうね。お父さんにあげたでも。いや、ジェネレーションは。ジェネレーションは別なんでね。もらわなかった。僕らのジェネレーションってことだよね。それはお母さんの個人的なメッセージだったかもしれないけど、でも一般的にもスウェーデンだとやっぱりみんな料理するし、育児や家事をすごい分担してるなっていう印象はあるかな。もちろんその家庭によって違いはあるでしょうね。うちの場合はどうかなって考えると、それこそこの原之さんにも聞かれたんだけど、これ多分もう結婚する前からだけど、これもう理科がずっと言ってくれてたことなんだけど、できる方ができる時にできることをすればいいっていうことをすごいよく言ってくれてたんだよね。ででももちろんバランスも必要。多分よくできるだけどいつもやると嫌な仕事があったら、それもシェアした方がいいと思います。そうだね。家庭によっては家族に、カップルによってはこういつもこれをやってた方がいい。こっちも分担を完全に分けた方がやりやすいとか効率的だっていう人もいるだろうし、でもうちの場合は逆に、一時期はこうだけど、住む場所とか仕事とかも変わったりすると、やっぱりライフスタイルとか生活のリズムが変わってくるから、子供がいないとか。でそれによってもどんどん変えていかないと、いつもこの分担でってやってるとちょっと厳しくなるなっていう感じはするかな。スウェーデンに来たばっかりの頃はさ、リカがすぐ仕事は見つけられたけど、俺はなかなか仕事見つけられなくて、最初は学校も行かなきゃいけなくて、でも子供もいてっていうと、割と僕の方が家のことをやることが多かったけど、もう今は両方ともがフルタイムで働いてる状態だから、本当にいろんなことが分担されてきたなって思う。だからこの疲れない家族の取材を受けた時が2018年だったんだけど、の夏だったんだけど、それからもうやっぱ2年半ぐらい経ってて、もう全然この時は状況は違うんだけど、うちの場合は状況が変わっても、さっき言ったみたいな三原則があるから、なんていうの、もうやりたくない時ね、これやってよ、みたいな。もうちょっともう今日無理なんだけど、みたいなことを僕が言うとリカがやってくれるとか、リカはあんまり直接言わないけど、もう完全に仕事に没頭して、今はリカはできないよねって思うと僕がやったりとかっていうのはあるけど、でも食事は僕が作る方がいいかな。そうですね。夕食はランチは結構作ってくれるけど、僕のそういうメニューがちょっとリミテッドです。バリエーションがあとは僕自身が日本食食べたいみたいな。そうですね。みつんもYouTube ビデオをよく見て、そういうとてもファビュラスな料理を作れます。
僕はいつも同じパスタとかチリコンカルネとかオメレツ。意外とでもさ、冷蔵庫の残り物で作るの上手で。それはそうね、フィロソフィーがちょっとそう違います。僕はこれ使わなきゃいけないからなんかできる。でも俺もやるけどね、それ。うん、でもリカはそれでものすごいなんていうの、こんなメニュー見たことないんだけどみたいな。これどこでこんなレシピ見つけたのって聞いたら、いや自分で考えたって言って作ってくれたりするから、びっくりするんだけど。うん、でもそれがね、結構美味しかったりするんですよ。で、面白いのがこの人さ、この人さ、なんていうのかな、頭で考えて料理作るんだよね。なんていうのかな、頭で考えて料理作るんだよね。違う、わかった。さ、なんていうの、栄養素で考えて料理作るんだよね。本当？これはタンパク質がこれぐらいあって、これが脂質がこれぐらいあって、これは野菜のビタミンがこれぐらいあるから、あとはこれは塩味と甘みとみたいな、すごいそういうののバランスで頭で計算して作るタイプ。知らない。あんまり考えてなかったけど、でもそれバランスがある料理が美味しいと思います。そう。なんかさ、栄養素のコース取ってたよね、数年前に。栄養学の。そうね。だから、スポーツ医学とか。そういうのに興味があったからなんだよね。だから、なんだかんだ言って美味しくなるんですよ。野菜がいいでしょ。僕も野菜が好き。魚も好き。でも他の分担はどう？結構いわゆるさ、男の人がやりがちなさ、日曜大工とか、リカがさ、これわざわざプロップを用意してくれたんだけど、こういうものを使うのどうみたいな。でもこれもさ、やりたい方がやるって感じだよね。なんか仕事があったらやる。そう。なんかどっちかってことは決まってないかな。そうだね。でも僕自転車の修理を。そうだ、それは俺やりたくないからやらないね。あと何やる？車関係はメンテナンスは弟に頼むこと。そうですね。じゃあどっちもなんかメカニックが強くないから。実は家具とか。そうだね、家具。あと家具組み立てたりとか。写真とか。そうだね。壁にくっつけたりとかね。あと壁に今ある絵とかは息子くんと僕がやったりとか、でインテリアは2人で考えるかな。そうですね。なんかミニマルに行きたいねっていうのもこう共通してあって、買う時は一応相談はするかな、これ買っていいみたいな。でも大体が片方がいや物が増えるの嫌だからやめようみたいな。で本当に両方がこれはいいねってなった時しか買わないかな。洗濯はあんまりたくさん買わないね。そうだね。あとミニマリズムを心がけてはいるね。あとさ、洗濯はできる方がやるって感じかな。で今2人とも家で仕事してるから、こう仕事しながら洗濯回して、特にうちはつべつつがって言って、家にもあるんだけど、やっぱ大きい洗濯場があるから共同の、割とそこでこうやって、ちょっと今行ってきてみたいな、今回したから干してきてみたいな。でも別なのはちょっと自分の洗濯のやり方がある、だから時々いかはやっちゃダメっていう感じはある。本当？それさこれにもちょっと書いてあるんだよね、実は。そのエピソードが。でも前よりそれ少なくなって気はするけどね。でもT シャツの畳み方でしょ。畳み方とか。でもそれはさ、こんまりを一緒に見たじゃない、ネットフリックスの。よく勉強になりました。今僕のウォードローブが結構こんまりだよ。そうね。でも僕的には使ってない2年着てないやつは捨ててほしいんだけどね。でも来年でもこの前さ、他の動画でやってたみたいに昔の T シャツとかちゃんと大切に取ってあるから、別に捨てろとは言わないけど、もう時間来ちゃった。ということで今日なんかこんな話でいいのかな。もっとあったらいいよ。ヘイドー。ヘイドー。